空虚への扉使うぞ。今回は対戦から始めます。今回のキーカード、ゴブリンの義士がいますね。キープです。これは戦場に出た時にアーティファクト版のノーボをしてくれます。滋賀デッキなどでの使用実績がありますね。毎度おなじみゴブリンの罠探しでサーチしてこれるのも偉いです。お相手忘れずにアライフゲイン。スカイクレイブの亡霊は釣ってくる置物には効かないので一安心ですね。このターンは義士出すか論争を構えるかですが、墓地に落としたい置物を引いてしまう確率を下げるため義士からで。というわけで素敵な置物が3つ見えましたね。彩色の宇宙儀、パラドックス装置、空虚への扉になります。この組み合わせを見てピンときた方、大体お察しの通りです。解説は後にして、盤面では亡霊が義士を追放したところですね。義士は ETB 能力の時点で役割を果たしているので問題ありません。土地を置いて論争を構えてターンを渡しましょう。特に何も出さず戦闘に入りましたね。それでは罠探しをブロックに回し、ダメージ解決前に論争で生贄にします。罠探しからは2枚目の義士を抽出。ドロー2枚はどちらも一攫千金でした。まあ悪くないです。このターンから仕掛けていきましょう。まずは財宝発掘、墓地から出すティンカーですね。これで墓地の彩色の宇宙儀を釣り上げます。これはタップで無色5マナが出る上、色を無視してマナが支払えるようになります。2マナ使って危険な反復、儚い存在と空虚への扉を確保。儚い存在は義士のブリンク用でしたが、今回は使わずに済みそうです。義士を出して最後のパーツ、パラドックス装置を墓地に置きます。ターン終了時に生贄になる義士は論争の餌にして無駄なくもぐもぐ。最後に土地出してエンドです。一応やろうと思えばこのターン中に決めきる動き方もできましたが、お相手のコンボ成立までまだ猶予があったのと、引きが悪かった時にラス1置物がサーチできず手詰まりになるのを回避した形です。狙い通り、次のターンのコンボを確定させた上でターン返ってきますね。まず復元で墓地のパラドックス装置を釣り上げます。これで呪文を唱えるたび、土地でないパーマネントがアンタップするので、彩色の宇宙儀から5マナおかわりできるようになりますね。続いて空虚への扉、今回のルートではハードキャストします。呪文を唱えたのでアンタップ、5マナ出して適当な呪文を唱えます。今度は空虚への扉もアンタップ、これで条件が揃いました。10マナ払って生贄に捧げて、特殊勝利、対戦ありがとうございました。義士がない代わりに物あさりでパーツを捨てられますね。想定とは違うルートですが、これで回してみましょう。引きによってはメインルート以上の速さでコンボできるかもですね。物あさりで2枚ドロー、空虚への扉と彩色の宇宙儀を捨てます。釣り竿こそまだですが、義士を引けたのでパーツ全て落とせるのは確定。釣り竿も引きました。あとは土地の心配だけです。次のターンのドローとメイン論争の計3枚で1枚は引けるでしょう。パラドックス装置を落として墓地の準備は完了です。お相手忘れずにアエンチャントレスでした。9つの命に対してはこちらが勝利条件カードを使うので問題ないです。土地引けましたね。よかったよかった。これ以上の義士はいらないのでマナ繰り倒してターンを渡しましょう。引き次第では4キルの状況を作れましたね。でも墓地帯だけは勘弁な。スカラベの攻めく、なんか黒も入ってた。ですがコンボには影響ないですね。もちろんライフルーズを選択します。無事に土地も引けたので踏み込んでいきましょう。1マナ浮きで復元、墓地から彩色の宇宙儀を釣り上げて、これで6マナ確保。安全のため手動で5マナ出してから2マナ浮きで復元、今度はパラドックス装置を釣り上げます。罠探しを唱えて宇宙儀アンタップ、再度6マナ確保。あとは釣り竿か危険な反復を引けるかどうかですね。ちなみに危険な反復ですが、現在デッキに3マナ以上のカードは釣り竿しかないので確定サーチです。復元を引きました。これでコンボ成立ですね。一応あと物あさり3回分ありましたが、こういう時ほど早く引く。さておき、盤面に3点セットが揃いました。アリーナくんは浮きマナから優先して使っちゃうので、宇宙儀タップは忘れずに。対戦ありがとうございました。ピン刺しのパーツがよく手札にきますね。
ですが最色の宇宙儀以外であれば問題ないのでキープです。4マナで釣るのも5マナで唱えるのも大差ないですからね。お相手は赤マナ立ててきました。除去構えかな。ギシブリンクの筋が消えるのは嫌ですが致命的というほどではないですね。やはり除去でした。ですが義手はもう仕事済み。じゃ定時なんで帰ります。普段在宅勤務なのに出社しなきゃいけなくなった時ってこんな感じよね。お相手は遁走する上貴族。3マナ浮かせとくとろくなことしないやつなので即除去です。でもメインで除去するほどではなかったかも。裏目あったら教えてください。物あさりも使えましたが捨てたくないカードしかないので温存します。ここで土地ドロー。これはパラドックスなシルートになりそうですね。まず復元で最色の宇宙儀を釣り上げてから浮いた5マナで空虚への扉をハードキャスト。これで次のターン5枚目の土地と合わせて10マナ確保ですね。錯白されたら笑顔でグッドゲームです。そもそもアシュノットの釘台やら伝説の秘宝のコンボが蔓延してて置物への警戒が高まってる時期にこんなデッキ使うなという話ですが祈りが通じたか無事にターン帰ってきましたね。対戦ありがとうございました。メタンカッター。ここからはデッキ解説になります。コンセプトは空虚への扉で勝ちたいというものでした。最初は単体で勝つ手段を模索していたのですがどうにもうまくいかず今回採用した3種の置物を組み合わせる作戦に至りました。その後も紆余曲折ありまず墓地への落とし方についてたくさん積んで切削で落とせばよいのでは。手札に置物があふれかえるんですけどということで義手を使ってピン刺ししたパーツを落とす作戦に変更。当然義手引けないとゲームにならないのでかさ増し役の罠探しも追加。パーツを3枚落とす必要がある問題については儚い存在で解決しました。今回の動画では一度も使いませんでしたが続いて墓地からの釣り上げ方についてミジックスの熟達で目覚ましい修復術を釣ればよいのでは。置物を落とすだけでも大変なのに修復術まで落とせるか。ミジックスも修復術も替えが利かんということで一つずつ丁寧に釣り上げる作戦に変更。最色の宇宙儀さえ釣り上げればマナには困らないのと危険な反復のおかげで実質釣り竿を12枚体制にできたのでなんとか成立しました。財宝発掘は生贄にするアーティファクトが必要でしたがマナ加速用の一攫千金と罠探し用の命取りの論争が噛み合いました。そんなこんなでデッキが完成。緑が全然出ませんが反復は基本宇宙儀出てから唱えるので妥協。アグロにボコボコにされたので信念を曲げてプッシュ4積みしました。土地以外はレア11枚なので最近紹介したデッキの中では組みやすい方かも。勝率は保証しませんがご視聴ありがとうございました。